よしと。始まりました。2026年5月の26日のゲームライブと。今日もおしゃべりキングコメ力診断ゲームをちょっとね、やっていくかと。基本的には木曜日と日曜日の夜はフィン探し系のゲームやるんだけど、今日はね、火曜日なんで、ちょっとワーショビで、やってみるか。某テレビ局でがマイクテストと。マイクテスト、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 マイクテスト。どれ？マイクテスト、マイクテスト、マイクテスト、マイクテスト。よし。そうだ、前回、上級が全然クリアできなかったんだ。どうしようかな。パイロット使ってみようかな。AI に頼むか。じゃあいいや、ちょっと街頭インタビュー。ちょっと試してみるか。とある一流ビジネス街。もう一回見ていくかね。よし、ここなら一流のビジネスマンがたくさんいそうだ。ディレクターの指示通り、次は賢い人たちのインタビュー映像を撮らないと。とりあえず、そうだ、インテリそうな人にインタビューしてみるか。かっこいいサラリーマンか。すみません、 XY テレビのものです。街頭インタビューをお願いしたいのですが。ほう、街頭インタビューですか。はい、今ニュースで話題の政府が推進する内容は違う。週休3日制の導入についてご意見をいただけないでしょうか。週休、あれなんか時給1500みたいな話だったの。なるほど、それで私の出番というわけですね。わかりました。つまり彼は高度なコメントが欲しくて、圧倒的なインテリオーラを持つじゃあコパイロットにこの私に声をかけたということが。家庭の話として、政府が推進する週休3日制の導入について、やれやれ仕方ない。ならば期待をはるかに上回るインテリコメントでテレビ局と全国のお茶の間の皆さんを関心の渦に巻き込んでやるとするか。街頭インタビューの質問に対して頭の良さそうなコメントをしろ。頭の良さそうなコメントをしろ。ねえ、コパイロット聞こえる？うん。ちゃんと聞こえてるよ。全然バッチリだよ。何でも気軽に話してみて。政府が推進する週休3日制の導入っていう家庭の話題について、頭の良さそうなコメントを今してみて。そうだね。週休3日制については生産性やワークライフバランスの観点から議論されてるよね。単純に休みが増えるっていうより、限られた時間でいかに効率的に働けるかっていう考え方が大事になってくると思うな。じゃあ、さらに深掘りしたいトピックとかある？少し頭の良さそうに言ってみて。もちろん、もうちょっとインテリな感じでいこうか。週休3日制は単に休日日数を増やすだけじゃなくて、労働の質や効率性を向上させる手段として注目されてるんだよね。そうすることで、仕事と私生活のバランスが整いやすくなって、結果的に長期的な生産性や満足度も上がるって言われてるんだ。他に気になる視点はある？なるほどね。週休3日制は、休日日数を増やすだけじゃなくて、労働の質？なるほど。企業情勢。なるほど。やってみよう。説得力が高いね。すごい。自己ベストが33点なのに。
そう、パイロットに任せたら82点か。すごいね。どれ、ビジネスマンの上司のリアクション。こいつテレビであんな知的にコメントしてるじゃないか。うちの部署からこんな説得力のある発言が世間に出ているなんて。部長として涙が出そうだよ。さすが俺が見込んだ男だ。ああ、それはこの話題でもちきりと。ああ、自前しまくろう。さすがだな、コパイロット。じゃあちょっと連想ゲームやってみるか。もうなんかテーマ変わってんな。お遊びでやるっていうよりも、ああ、なるほど、そうか。じゃあ連想ゲーム行ってみるか。己の頭脳で100万円を勝ち取れ、ブレインリミット。次のステージは連パイロット想ゲーム使です。うと、インチキ臭いね。あれだね、なんか FPS ゲームでさ、最近もなんかチーターがなんたらかんたらみたいに言ってたけど、これ思いっきりそうだよね。これこのまだに AI 使って与えられたキーワードにゲ属すームのチーる単語をトしているってできるだけいうわ多く答えてもらいます。例えばキーワードが色これオンならライン赤、青、オンライン要素あったら絶対こんなことしないからさ。まあオフラインゲームですね。時間内にできる限り多く答えて高得点を目指してください。それでは早速キーワードを発表します。今回のキーワードはブラああ、ンド名。実在するブランド名か。それではチャレンジブレインリミット。前回もそうだったな。ブランド名をじゃあ15個以上言え。実在するブランド名を20個挙げて。もちろん。ではいくつか挙げてみるね。例えば、トヨタ、ナイキ、アップル、ソニー、サムスン、グッチ、ルイ・ヴィトン、スターバックス、アディダス、コカ・コーラ、マクドナルド、マーバリー、パナソニック、レゴ、フェラーリ、ディズニー、ユニクロ、H&M、そしてマイクロソフト。こんな感じでどうかな。じゃあゲームのブランド名を20個挙げて。もちろん。じゃあ、有名なゲーム関連のブランド挙げてみるね。任天堂、プレイステーション、Xbox、セガ、カプコン、コナミ、スクエアエニックス、バンダイナムコ、ブリザード、EA、UBI ソフト、ロックスターゲームス、ベセスダ、アトラスフロムソフトウェア、バルブエピックゲームス、CD プロジェクト。こんな感じでどう？とんでもない量だな。そうだよね。ゲーム。じゃあ食品のメーカー。もちろん、家電メーカーもいろいろあるよね。パナソニック、ソニー、東芝、シャープ、日立みたいな日本ブランドもあるし、サムスンや LG、フィリップス、ダイソンなんかも有名だよね。他にも気になるメーカーがあれば教えてね。とんでもない量だな。4個か5個ぐらいしか確か言えなかったな。点数100点。ちょっとゲームのテーマ変わってきちゃった。すごいな。なんかパイロットにこの超超人級26個だ。あと4個コパイロットにちょっとやってもらうか。4個。ちゃんとクリアしたのはこの料理番組ぐらいかな。早口言葉か。これやろう。コパイロットで。某テレビ局アナウンサー試験に。そもそもあれだな、コパイロットに対して言えないな。そうだよね。話し始めると意外と次々出てきちゃうからね。まあ必要な時にいつでも聞いてくれれば。コパイロットビジョンちょっと使えないんだ今。じゃあ一回言うしかないな。なるほど。今パイロットビジョンはちょっと使えない状況なんだね。そういう時。メール22通中20通がフルーツジュース抽出中っていうのを30回言って。早口。それはなかなかの早口言葉チャレンジだね。よし、ちょっと試しに行ってみるよ。
メール22通中20通がフルーツジュース抽出中。メール22通中20通がフルーツジュース抽出中。って感じで30回はなかなか大変だね。結構下がもじれそうだけど練習したら面白い。また言ってよ、早く。時間がないから。ごめん。それじゃ行くよ。メール22通中20通だフルーツジュース抽出中。メール22通中20通だフルーツジュース抽出中。こんな感じで30回繰り返すね。あと3回言って。もちろん。あと3回ね。じゃあ行くよ。メール22通中20通がフルーツジュース抽出中。メール22通中20通がフルーツジュース抽出中。足りてない。はは。なんでこの途中で止めるの、コパイロットさん。ああ、ごめんね。途中で区切っちゃったね。それじゃあ改めて最後までしっかり続けるようにするよ。いや、待ってよ。もちろん。ちょっと待つね。準備できたらまた教えて。もう早口。はい、スタート。了解。じゃあまた始めるね。ゆっくり行くから。リラックスで聞いててね。いいよ、おう。じゃあ続けていこうか。何でも言ってみて。一緒にやろう。いや、今の早口言葉を7回言って。もちろん。7回繰り返して言ってみるね。メール22通中20通がフルーツジュース抽出中って感じで7回いくよ。コパイロットさん、全然言ってくんないし。全然大丈夫だよ。何か他にやってみたいことがあったらどこが大遠丈夫慮なく言ってね。なの。ダメだ。あれだね、AI は早口言葉苦手か。遠征認識だと。なるほどね。じゃあ哲学。哲学的な問い。古代ギリシャアテナイの広場にて穏やかな日差しのもとアリストテレスは石造りの柱にもたれ考え事にふけっていた。すると一人の若き弟子が一歩前へと進み真剣な眼差しで死に問う。先生、一つお伺いしてもよろしいでしょうか。アリストテレスは静かにうなずく。アリストテレスとして答えてって言えばいいのか。弟子は小さく息を整えゆっくりと問いかける。人の価値は何で決まるのでしょうか。また笑いが違う。お題が違うっていうか。アリストテレスはしばし名目し遠くを見つめる。その口元には静かな微笑が浮かぶ。弟子たちは息を飲み死の言葉を待った。やがてアリストテレスはゆっくりと語り始める。弟子の哲学的な問いに対して説得力のある回答をしろ。アリストテレスとして弟子の哲学的な問いに対して説得力のある回答をしてください。もちろん。アリストテレスとしてお答えしよう。弟子が何をそして声かけているのかお題はぜひ聞かせてくれたら。下の価値は何で決まるのでしょうか。それはいい問いだね。アリストテレスとしては徳を持ってバランスよく生きることがその人の役割や目的を自然と決めていくものだと思うよ。って哲学的に。もちろん。もっと哲学的に言うと全てのものはその本質的な目的に向かって存在しているんだ。だから何が決まるかはその存在の目的を理解することから始まるんだよ。少し考えよう、深く。そうだね。じゃあもう少し踏み込んで考えてみようか。全ての存在には本質的な目的があってその本質を探求することで何が決まるのか何を選ぶべきかが見えてくるんだよ。いい感じに深まってきたね。こうして哲学的に掘り下げていくとただ答えを出すだけじゃなくてその根本的な考え方を一緒に探求できるのが面白いね。
ギリギリ合格？お題の出し方が悪かったか。で、弟子は私の心に深く、私はそれまで価値というものは他者の評価や得られた名声、あるいは財貨によって定まるものと思っていた。しかし死の言葉を受けて、自分自身の本質や真なる目的、その追求こそが人の価値、形作るのだと感が変わっていったと。あと何個だ？あと3個。早口言葉はダメなんだよね。パイロットは、討論とか向いてそうだけど、これ葛飾北斎だっけ？てめえ荒波の絵さ、タイトルを言えばいいんだけど、タイトルがわかればいいんだけど、答えだとなんて伝えればいいんだ？いやいや、監督にしてみよう。監督の一言と。甲子園地区予しかし、選インチキ決臭勝。い。甲子園出場ゲームプレイになってきたな最後の試合。9回裏ツーアウト満塁。スコアはそうだそうだ2対3。この右側のバッターを勇気づけるんだ。じゃあ AI が人間を勇気づけられるかどうか。しかし打てなければ予選敗退。3年生の夏は終わる。最後のバッターは7番野田。野田、お前の番だぞ。監督が声をかけるが、野田の顔はこわばり、重い足取りでベンチから立ち上がる。彼は今回の大会でまだ一度もヒットを出していなかったのだ。勝負の明暗を分けるこの重要アドバな局面で、イスできなかったな。なぜ絶不調の自分がバッターボックスに立たなければならないのか。やったことはないからその残酷ね。さが野田を追い詰める。すでに最悪の結果になることを受け入れているかのように、野田はベンチの誰とも顔を合わせることなく、罪の意識でいっぱいのままバッターボックスへと向かう。このままではまずい。野田は生真面目な性格で責任感も人一倍強い。じゃあもうちょい頑張ってなさいよ。そんな彼がもしここで打てなかった場合、きっと一生苦しむことになるだろう。何よりこのままではきっと彼は打てない。監督として彼の心を今一度立ち直らせねばなるまい。野田。監督はゆっくりとベンチから立ち上がり、野田のもとに歩み寄る。そして監督は野田に声をかける。監督の言葉で選手の心を立ち直らせる。なんて言えばいいかな。甲子園の最後の試合で、なんだろう、甲子園の最後の試合で、ツーアウト満塁で、緊張しているバッターに対して、勇気を与える言葉を言ってとか、そんな感じ？じゃあ言ってみるか。甲子園の最後の試合で、最終回で、ツーアウト満塁で、緊張しているバッターに対して、勇気を与える言葉を言って。もちろん、そんな場面ならこう伝えたいな。大丈夫。自分がここまで積み上げてきた努力を信じて、この一球に全てを込めよう。結果は後からついてくるから、今はただ思い切って振り抜こもっとう。もちろん、勇気を与えて。わかった。じゃあもっと勇気を込めて言うね。今までの努力は決して無駄じゃないよ。この瞬間を楽しんで、自分を信じて振り抜いてみよヘテレを立ち直らせて。う。もちろん。じゃあ、心を落ち着けてね。
深呼吸して今この瞬間に集中しよう。自分の力を信じて、ありのもんでいいんだよ。今みたいに。そうそう。その調子で肩の力を抜いて、なんかニュースでさ、いつだって自分らしくいるのが一番だよ。AI ってさ、その話しかけた人間に対してさ、甘やかすっていうか、なんか、ぬるま湯みたいな居心地のいいことばっかり言う AI になるみたいなさ、なってるみたいな、そういう記事を読んだことがあるんだけど、いや、まさにそうじゃん。何この、うわっつららげな。なんてなの？これで立ち直ってんの？ちょっと。点数高っ。監督の優しい声と言葉が野田の心に静かに染み込んだ。それまで無理に張り詰めていた緊張の糸がつりと音もなく切れると、その場に崩れ落ちて、まあ負けてんじゃん。手割れる涙を抑えることもできず、両手を顔を覆ったってレギュラーだから。もう負けた後の話じゃん、それ。肩を震わせながら、練習の日々とかを思い出したと。すべてが走馬灯のようにと。で、立ち上がって、で、バットを振って、さよならになったと。で、勝ったと。ちょっと。ね、コパイロットさんさ。はい。なんでも。葛飾北斎のさ、なんか波がバサーってなっててさ、船がある。って知ってる？あれは、神奈川沖波浦だよね。北斎の代表作で、大きな波と小舟が印象的な浮世絵だね。いけそうだな。そんな感じで、この話題もどんどん広げていこう。何か他にも気になることがあったら、美術評論家も AI にやってもらおう。今日の主なニュースをお伝えしました。続いては美術の魅力に迫るコーナーです。こちらは江戸時代に活躍した浮世絵師葛飾北斎の代表的な作品です。本日は専門家の方をお呼びしました。美術評論家の安藤進さんです。よろしくお願いします。どうも安藤です。ではお聞きしたいと思います。私はこの絵には今にも飲まれそうな迫力を感じるのですが、では一体なぜこんなにも迫力を感じるのか、その理由を教えていただけますか？わかりました。この絵の魅力と迫力の理由を解説しろ。じゃあ、その絵の魅力と迫力の理由を解説して。そうそ葛飾北斎の浮世絵の代表的な作品の迫力の理由と魅力を解説して。結構北斎の浮世絵があれだけ魅力的なのは、やっぱりあのダイナミックなコネと細かい描写だよね。特に神奈川沖波浦みたいな波の迫力は見る人を一瞬で引き込むんだ。その大胆さと繊細さが合わさったバランスが今でも多くの人を魅了してるんだと思うよ。ね、こんな感じで他の作品についても話してみようか。もう時間がない。じゃあ、手短にサクッとまとめるね。北斎の作品は大胆な構図と全体の描写が魅力で、そのバランスがすごく面白いんだよ。それだけ分ければ OK。何か他にあれば。もう一回やろう。50点。魅力ダイナミックと。AI のあれだね、評価を AI にさせるっていう、もう一回ちょっとやってんやん。
今日の主なニュース本日ちょっと待ってね。この絵の魅力と迫力の理由を解説しろ。もう一回、北斎のその絵の魅力を言って。もちろん、もう一度おさらいするね。北斎のあの絵の魅力は、なんといってもそのダイナミックな構図と細部へのこだわりにあるんだ。大きな波や船の力強い表現が、見ている人の心をぐっと掴むんだよね。そんなところが時代を超えて愛されてる理由だと思うよ。ほら、こんな。迫力に対する説明もして。もちろん、ちょっと補足すると、北斎の魅力は、あの大胆な構図だけじゃなくて、細かいディテールへのこだわりなんだよね。それが作品全体に深みを与えてるんだ。じゃあ、次は何を話そうか。もう一回魅力。もちろん、もう一度言うと、北斎の魅力は、やっぱりそのダイナミックな構図と天才なディテールだね。あの迫力と細やかさを合わせて。もうダメだ。そうだね。もう何度も同じ話になっちゃったかもね。じゃあ、気分を変えて、他に話したいことがあれば聞かせて。何でもいいからにどうぞ。巻いてないね、AI。50点だから変わってない。だから、変換がね。マジオって誰だよ。安藤のおじいちゃん噛みすぎ。全然まとまってなくてさ。迫力語ってるのね、迫力がない。想像天才だから。北斎に謝れ。じゃあちょっと。あと何がこれドレスか。ドレスを褒める。こんなん得意そうね。AI は。王宮の一室にどんな人でも褒めてくるからね。広間の前室には鏡の前で最後の身支度を整えた王女が立っていた。舞踏会の出発まであとわずか。王女はご機嫌な様子で鏡の中の自分を見ながら問いかける。ねえ、私のこのドレスどうかしら。そうだ、この UFC ファイターみたいなやつが確か処刑されるんだ。白い指先で軽くドレスの裾をつまで、なんて言うのかな。じゃあ、金髪で、ディズニーのお姫様みたいな。でもドレスを褒めるのか。緊張に喉を鳴らしながらお姫様が着ている、青地に、金色の刺繍が、王女様の美しさはなんだ世界一です。いっぱい入ったドレスを褒めてくれ、みたいな。待ってください、王女。で、ちょっと、早めに切る。お世辞でも何でもいい。死ぬ気で王女様のご機嫌を取らないと。王女のファッションをうまく褒めて処刑を免れろ。金髪で、ディズニーの絵柄のお姫様が着ている青地に金色の刺繍がいっぱい入っているドレスを思いっきり褒めて。それはもうまさに夢の中のお姫様そのものだね。金髪にディズニー風のあの青地で黄色の刺繍だなんて、もう華やかさと上品さがぎゅっと詰まってる感じ。そんな素敵なドレス、褒める以外ないよね。もっと褒めて。もちろん、いくらでも褒めちゃうよ。そのドレス、青地の落ち着いた色味に金の刺繍が本当に映えて、まるで物語の中から飛び出してきたみたいだね。見てるだけで気分がパッと早くし、まさにプリンセスそのものって感じ。変換が。そっか。ちょっと言い回しが硬くなっちゃったね。もう少し柔らかく言うと、そのドレスは本当におとぎ話みたいに華やかで、ひどい。見てるだけでワクワクする感じだね。ひどい。もうインチキも使えなくなってきたな。中級。中級も、クリアしてないの多いのか。連想ゲームをクリアしよう。これはコパイロット得意だったね。己の頭脳で100万円を。次のチャレンジャーには与える。例えば時間内に。それでは早速今回のキーワードはキーワードはチョコレート。
それではチャレンジブレインリミット。チョコレートから連想される単語を8個以上言え。チョコレートから連想される単語を16個言って。もちろん。じゃあ言ってみよう。例えば甘さ、カカオ、デザート、濃厚、ミルク、クランチ、香り、ボンボン、シルキー、スイート、ほろ苦い。こんな感じかな。さらに16個言って。もちろん。さらに16個言ってみようか。例えばトリュフ、カカオニブ、ムイス、プラリネ、リッチ、ベルベッコ、フレーダー、アーモンド、ヘーゼルナッツ、グルメ、テッなんだか本当にそんな風に語ってくれると話してるこちらも嬉しくなるよ。一緒にもっと楽しんでいこなんかさ、ジテロとなまってない？変換もそうだけど、なんか、なまってるんだよね。だからほとんど変換ミスになってるんだけど、そう、もう、やめようかな、今日は。じゃあ、校長挨拶。1、スピーチ量か。プログラム2番、校長先生挨拶。しかし、コパイロットっていう AI を使うと、何年経っても人イ前でンチキ話すのは臭いけど、まあよし強い時もあるんだね。昨日用意したカンペを読みながら。ない。あ、そっか、カンペがないんだ。こうなったらアドリブで何とかするしかない。校長先生になりきって運動会の開会式のスピーチをしろ。校長先生になりきって、運動会の開会式のスピーチをして。う。もちろん。じゃあ始めてみるね。皆さんおはようございます。本日は素晴らしい踊りのもと、こうして運動会を開催できることを大変嬉しく思います。みんなで力を合わせて元気いっぱいに楽しんでいきましょねって。う。もちろん。もっと続けるね。さあ皆さん一人一人が今日の主役です。勝ち負けよりも精一杯頑張ってお互いを応援し合いながら素敵な思い出を作りましょねえ、了解。じゃあさらに続けてみるね。それでは皆さん思い切り体を動かんで仲間と協力しながら今日一日を楽しんでください。安全に気をつけて素晴らしい。はは楽しん。コパイロットなまりすぎだよ。あははちょっと調子に乗りやったかな。じゃあもう少し自然な感じでいくね。しかも採点中で動かなくなった。ね、採点する価値すら、ないってことか？もちろん。ちょっと再生してみる。じゃあ始めてみるね。あ、終わった。お、クリアやっと。校長先生。いつもより、なんかふわっとしてて面白い。今日の主役はみんなとか言われてちょっとワクワクした。でも途中で何回か止まったら同じこと繰り返してて、早く運動会始まらないかなとも思った。ああ、保護者目線。校長先生ちょっと緊張していたのかしらと。ああ、みんなが主役、思い出を作りましょうといった前向きな言葉があって、子供たちにも伝わった気がすると。少し言葉に詰まっていたのはご愛嬌。で、あとプレゼント ?AI にプレゼント、AI に恋愛力を理解するっていうのはないね。いいって言って。で、一体どうしたんだよ。いや、それがさ、出会って1ヶ月の彼女が
来週誕生日なんだよ。でも1ヶ月ってなんか微妙な期間じゃん。お前ならどんなプレゼントを送ればいいと思う？出会って1ヶ月の彼女におすすめのプレゼントを教えてやれ。出会って1ヶ月の彼女におすすめのプレゼントを教えて。もちろん、喜んでもらえるプレゼントを一緒に考えよう。例えばちょっと特別感のある小物や、彼女が好きな香りのキャンドルとかはどうかな？さらにアドバイスして。もちろん、さらにアドバイスするね。例えば一緒に楽しめるちょっとしたアクティビティや、彼女が興味を持っている分野に関連する本や、アイテムなんかも良いかもしれないね。もう少し親身に。もちろん。じゃあもうちょっと親しみやすい感じで話してみるね。そうそう。誰でも言える。アドバイスじゃん。でも A ランク。自己ベスト18点。あ、確か現金がいいよって言ったんだな。プレゼント評論家のリアクション。まあまあ悪くないわね。特別感のある小物や香りのキャンドルなんて、1ヶ月記念の控えめな中にお気持ちが込められてて素敵と。ああ、その姿勢私大好きよと。あともう一工夫できたら、より満点に近づくと。ああ。AI はそういうアドバイスは向いてる。と超人級が解放か。いや、今日は30分ぐらい終わろうかな。ページ1。なるほど。超人級だからな。じゃあ連想ゲームからまず行ってみる。己の頭脳で100万。次のチャレンジャーに例えば時間内にできる。それでは今回のキーワードはナマッッチ。チ。それではチャレンジブレインリミット。マッチから連想される単語を18個以上言え。ナッチから連想される単語を32個言って。もちろん。じゃあちょっと考えてみようか。マッチって聞くと、火、炎を灯す明かり、キャンドル火花、ライター箱、こする火種、ぬくもりマッチ棒、煙、火薬、野外灯火、懐かしさ、キャンプファイヤー、夜暖かさ、小さな炎、木の軸、匂い、気軽さ、火起こし、古い喫茶店、そしてノスタルジー。こんな感じかな。何か気になるものが。さらに32個言って。もちろん。もうちょっと続けてみるね。例えば、火打ち石、暖色の明かり、回路、火の前、黄昏線香花火、細い煙、暖炉のそば、古びた小屋、柔らかな光、初めての街、古い物語、暗闇に灯る小さな光、夜道、安心感、そして昔ながらの道具。っていう感じが中に分かったら、また教えてね。まあ、なんか詩的な表現が多いね。そうだね。なんかもう変換がひどいな。ごめんね。ちょっと変な変換が多かってね。もう少し自然な感じでやってみるから、気になることがあったら遠慮なく言ってね。正解が火、明かり、キャンドル、ライター、箱、煙、キャンプファイヤー、炎、木。チーグか喫茶店のスタラジー、灯火、煙。小屋、光、物語、暗闇、夜道、道具は、64個言って20個しか正解にならなかったんだ。じゃあ、小学生に説明したの。今日
はこれで終わろうかな。小学校の授業中、先生、ちょっと質問してもいいですか？サトシ君、突然だね。どんな質問かな？雰囲気ってどういう意味ですか？雰囲気。小学2年生にもわかるように雰囲気の意味を説明しろ。小学校2年生にもわかるように、雰囲気の意味を説明して。もちろん。じゃあ、小学校2年生にもわかるように言うとね、雰囲気っていうのは、その場の感じとか空気みたいなものなんだ。例えば、教室がなんだかワイワイ楽しい感じだったり、逆にちょっとシーンとして落ち着いている感じだったり、そういう場の空気のことだよ。もう一回。もちろん、もう一回意味するね。もっと詳しく。わかった。もう少し詳しく話してみるね。雰囲気っていうのは、その場所や集まった人たち全体が持っている感じや空気みたいなものなんだ。例えばみんなが笑顔で楽しそうに話していれば、その場の雰囲気は明るくて賑やかなものになるし、静かに本を読んでる人が多い場所だと落ち着いて穏やかな雰囲気にな小るんだよ。学校2年生にさ。まあ全体的に、75点ね。雰囲気っていうのはその場の感じとか空気みたいなものなんだって先生言ってたけど、空気っていうのがどういうことだろうか。そっか。場の空気。なるほどね。なるほどね。楽しそうな時と、ちょっと静かでシーンとした重たい時あるの思い出したと。そういう違いのことかなと思ったと。よし、今日はここで終わりになりますと。このライブは、基本的には毎週木曜日と日曜日の夜にやってます。もしご縁があれば、チャットコメントあたりでもお願いします。それではまた次回、お疲れ様でした。